食物繊維が豊富で高タンパク質、ミネラルやビタミンが豊富で、血糖値の上昇を緩やかにする低 GI 食品のひよこ豆の粉末を使ったインドの家庭料理、ベーソンチーラを作ります。今では野菜を加えたり、南インドのドーサのように中に具を包んで食べたり、いろいろなアレンジチーラがありますが、今回お届けするレシピはインドの家庭で作る一番ベーシックなチーラです。スパイスちょい足しして2種類作りますよ。そして厚さや焼き加減によって食感も変化し、パンケーキのようにしっとりしたチーラもありますが、今回は薄めにパリッと焼いたクリスピーバージョンです。では早速作っていきましょう。4枚分の材料です。まずはボウルにひよこ豆の粉末、ベーサン 100g を入れます。そこに塩小さじ1/3を加え、よく混ぜます。そこへ水約 150cc を加え、粉の塊がなくなるようしっかりと混ぜます。混ぜ上がるとこのくらいのゆるさです。これで1種類目のプレーンチーラの生地は完成で、あとは焼くだけです。とってもシンプルで簡単ですよね。使う油も少量で、フライパンにキッチンペーパーを使って薄く伸ばし、余分な油は拭き取ります。そこに小さなお玉1杯分の生地を流し込み、お玉の背で中心から外に向かって、くるくると円を描くように生地を広げていきます。生焼けにならないように、弱めの火加減でじっくり焼き、生地の表面が乾いたら裏返します。プレスしながら裏面も弱火でじっくり焼きます。焼いている間につけるソースをご紹介しますね。一つ目はトマトチャトニー。トマトやニンニク、青唐辛子などをミキサーしたソースです。詳しい作り方はレシピナンバー17をご覧ください。次はトマトケチャップ。スジナスタの時もつけて食べましたが、インドの家でもよく使われます。そしてコリアンダーミントチャトニー。日本語表記ではよくチャツネと記載されていますが、チャトニーのことです。今回は既製品を購入してお手軽にいただきます。インドの実家ではラプシといって甘いスジハルワのような食べ物をベーサンチーラと一緒に食べるそうです。気になる方は LAPSI ラプシと打って検索してみてくださいね。と言っている間に一つ目のベーサンチーラが出来上がりました。次は残った生地にスパイスを加えて味変していきます。アジュワンシード少々、レッドチリパウダー少々を加えます。アジュワンシードは少量でもかなり味も香りも強いので、多く入れすぎない方がおすすめです。よく混ぜたら、先ほどと同様に焼いていきます。焼き上がりの見た目はほとんど一緒なのですが、食べるとアジュワンシードの独特な味と香りで、一気にエスニックな気分になります。両面、弱火でじっくりしっかりパリッと焼けたら、2つ目のアジュワンシード入りのベーサンチーラは完成です。いかがでしたか？体に良い成分がたくさんのひよこ豆の粉末で作るチーラ。インドにはたくさんの油を使って作るカレーや甘いスイーツなどのイメージがあるかもしれませんが、レストランではなかなか食べられない、このような体に優しくて素朴な家庭料理もあります。ベーサンはインド版天ぷらと言われているパコラの衣にも使われている材料で、インド料理ではよく使われる素材です。小麦粉の代わりにお家に一つあっても良いかもしれません。高タンパク質、グルテンフリー、低 GI 食品と良いことずくめなので、オンラインやインド食材店などで購入できますので、よかったら手に取ってみてくださいね。これで2種類のクリスピーベーサンチーラ作りは完。今回も最後までご視聴くださり、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ダンニャワード。